吉原遊郭。日本の歴史には才女が多く登場します。8世紀頃から作られている和歌集には、男性と同じように女性天皇から兵士の妻までたくさんの女性の和歌が選ばれています。平安時代には女性が書いた長編小説やエッセイが大流行しました。男性が女性のふりをして書いた日記まであります。平安時代の終わり、武士が台頭してくると、武士たちは暴力で貴族を一掃するのではなく、貴族にバカにされないレベルの教養を身につけようとしました。戦国時代の武士は読み書きができることはもちろん、レンガや農学、茶道を発展させて文化的にも重要な役割を果たしました。この頃、女性が男性の服を着て踊る白拍子が登場して、権力者の宴会に呼ばれて踊ったり、有名な武将と結婚したりしました。また、女性が歌舞伎の原型である歌舞伎踊りの一座を作って日本各地を回って大人気になりました。この歌舞伎踊りを当時の遊女たちが真似して、当時最新の楽器だった三味線も取り入れました。ここから単純に性的サービスをするだけではなく、洗練された芸を見せて客をもてなす遊女の文化が発展していきます。戦国時代が終わって政治の中心が京都から江戸に移った後、江戸には仕事がなくなった浪人や職人などが集まりました。性的サービスをする店があちこちにできて、トラブルも多くなって治安が悪くなりました。幕府は江戸の治安維持と効率的な税金徴収のためにそれらを一箇所に集めて、幕府公認の巨大歓楽街を作りました。それが吉原遊郭です。吉原ができた初めの頃、お金がある乗客は武士でした。教養ある大名クラスの武士をもてなすためには、遊女たちにも高い教養が必要でした。若い頃から和歌や茶道、楽器、歌や踊りを習いました。そしてその教養や頭の良さを相手の好みに合わせて見せたり隠したりする技術も必要でした。一般人の識字率が低かった時代から、吉原の遊女はみんな美しい字が書けました。客に営業の手紙を書くためです。その店で働いている男たちがこっそり客に届けていました。当時は家の都合で結婚相手が決まりましたから、自由恋愛はなかなかできませんでした。それで男性たちは遊女と恋愛ごっこや結婚ごっこを楽しみました。金を払っても遊女と会えなかったり、別の遊女と浮気をした客が屈辱的な罰を受けたりすることもありました。それが現在のゴシップ記事のように浮世絵に書かれたり、歌舞伎のストーリーになったりしました。一般女性たちは愛され遊女たちの髪型や着こなしを真似しました。遊女の中でも特に格が高い花魁は、歌舞伎役者と同じで江戸のトップスターであり、ファッションリーダーでもあったのです。花魁は頭につける装飾品だけで家が買える金額だったと言われます。格が低い遊女は大部屋で生活していましたが、売れっ子になると座敷を持つことができて、新蔵と呼ばれる見習い遊女や、カムロと呼ばれるまだ仕事ができない女の子が世話係兼見習いとしてつきました。花魁は
彼女たちにいろいろなものを買ってあげたり、小遣いをあげたりしなければなりませんでした。どんなに働いても給料は親が先払いでもらっているし、着物も化粧品も装飾品も基本的には自分で買いますから、金銭的な余裕はあまりありませんでした。時代が変わると、吉原の客は高い教養がある武士から教養より派手さを求める町人へと変わっていきました。町人たちには才女は好まれませんでした。それで老主たちは遊女たちの教育にあまりお金をかけなくなりました。代わりにプロの芸人を呼んで、その代金を客に払わせました。美しい女芸人が来て遊女の客を奪わないように、また男芸人が遊女と恋仲にならないように、吉原芸人はいつも二人一組で監視し合うようにしていました。吉原遊郭、特に大火事の後で移転した新吉原は、大きい野球場2つ分もある巨大なエリアでした。メインストリートには3月にはわざわざ植木屋が数十本の桜の木を持ってきて並べました。5月には菖蒲の花を植えて橋を渡し、7月には七夕の短冊をつけた笹飾りを並べました。毎月何かのイベントがあるし、派手に着飾った遊女たちが毎日客を迎えに行ったり来たりしていましたから、吉原は魚市場や歌舞伎小屋と並んで江戸を代表する観光地でした。田舎から来た人が観光に行ったり、近所の人が家族連れで遊びに行ったりしていました。吉原のガイドブックも作られていました。吉原遊郭は周りを堀で囲まれていて、出入り口は一箇所しかなく、女性の出入りは厳しく管理されていました。しかし、遊郭で働いているのは遊女だけではありません。髪結いや呉服屋、仕出し屋、八百屋や魚屋、大工なども吉原で働いていました。女性が出入りできなかったということはありません。ただ、遊女の場合は自由に大門の外へ出ることはできませんでした。ほとんど休みがなかったので、田舎から親が来た時などは、自分で自分を買って自由時間を作らなければなりませんでした。しかし、親が娘に会いに来る理由の多くは、金の無心でした。吉原の遊女たちは、ほとんどが貧しい親に売られた女の子たちです。人身売買は違法でしたから、親は娘の給料の先払いとして金を受け取りました。奴隷ではありませんから、10年働いて27歳になったら仕事を辞めます。そのまま遊郭に残る女性もいましたが、普通に結婚する女性も少なくありませんでした。キリスト教的な価値観が入る前までは、遊女はあくまで貧しい親に売られた女で、決して堕落した女だと差別されることはありませんでした。しかし、老主は人として最低だと思われていました。貧乏な家の女の子を安く買ってきて商品として売っているのですから当然です。妓楼に売られても花魁になれればいいですが、その他大勢の女性たちは病気の恐怖に怯えながら27歳まで働き続けるだけです。体調が悪くて休みたくても仮病だと思われて、老主やその妻から体罰を受けました。乗客を怒らせたり、吉原から逃げようとしてもひどい体罰を受けました。遊女が吉原で亡くなった場合、近くの寺に密かに運ばれて、墓地の穴に投げ込まれて終わりでした。葬式もありませんでした。
歌舞伎や文楽、江戸時代を舞台にしたストーリーでは、遊女が恋愛対象として描かれるものが多くあります。ハッピーエンドもありますが、ほとんどは悲劇です。当時はそれが普通でした。貧しい親に売られた娘たちがきらびやかな成功を夢見て、命がけで恋愛ごっこをする町、それが吉原だったのです。